はい、皆さんこんばんは。今ですね、北関東道を走っております。ちょっとね、今日はね、いつもと違うところからスタートしております。で今回はですね、全国制覇旅で18軒目の岩手県の方に向かっております。今回は岩手県、それから19軒目の宮城県も一緒に行こうかなと思ってますので、ちょっとね、長い旅になるかなと思っております。でただですね、僕らね、実は旅するのがゴールデンウィークのね、北海道以来なので、もう約3ヶ月ぐらいか。4月の終わりだもんね、あれ、最後行ったの。そう、なので、今ね、7月の中旬か。なので、約ね、3ヶ月ぐらい離れております。なんでね、離れてたのかっていうのと、なんでここからスタートなのかっていうと、ちょっとね、僕のね、仕事の関係でですね、実はお引越ししてました。北の方の関東の今いまして、その関係でね、ここからスタートとなっております。動画のね、制作とかも追われてたりしてて、今回もね、なかなか計画がない、無計画な感じで、今ね、岩手県の方に向かっております。今日はですね、とりあえず走るだけっていう形になりそうなので、盛岡の近くまで行けたらいいかなっていう感じで今走っております。で、最初にね、岩手県の方を回ってから、だんだん下ってきて、宮城の方に行くっていうような、そんな感じでなんとなく描いております。そうそう、期間がね、今日土曜日の今夜なんですけども、ちょうど1週間後の土曜日の夜ぐらいまでは旅しようかなと思ってますので、平日なんで旅はしやすいんじゃないかなと思ってるんで、その辺もね、いつもよりかね、少しラフに動けるんじゃないかなと思って、楽しみにしております。はい、ということでね、今ですね、太田の方走ってますので、まだね、群馬県なんですけども、この後ですね、栃木の方に入って、で東北道、そのまま福島、それから宮城で岩手っていう順番でね、青森行く時と同じかな、この道路ですね。いきなりね、全部はちょっと走れないかもしれないんですけど、運転の、ね、疲れとかも気にしながら行こうかなと思っております。あとはね、今回の旅ね、もう今ね、7月の22日なので、35度超えの日々が続いております。だから猛暑日か。なので、その辺もね、踏まえて、今回ですね、バッテリーもね、フル装備で来てますんで、エアコンとかもね、どれぐらい実際使えるのかっていうのもね、この旅でもね、検証できるんじゃないかなと思ってるんで、その点もね、なんかね、参考になれたら嬉しいかなと思っております。はい、ということで、まずはね、向かっていきたいと思います。はい、今ですね、もう栃木県の方に入りました。大田ら辺で撮ってたんですけど、あっという間に栃木です。ただね、この栃木もね、次抜けるまでは福島まで行く間はね、それなりに距離があります。東北道にも入りますんで、次那須を越えたあたりかな、福島の方が見えてくるの。何々注意あんちゃん、動物。動物注意のマーク。イノシシマーク。そう。今イノシシマーク。でもなんかイノシシ確かに群馬の方出るって聞くな。出る動物によって変わるんですね。鹿とかイノシシとか、あれ他に何かあるのかな。ぜひ皆さんの住んでいるところだとか地元とかでなんか変わった動物が出てくるマークがあればコメント欄で教えてください。今のところ見たことあるのは鹿とイノシシ、あと何だ。猿なんかあったの？なかったっけ？わかんない。はい、今ですね、福島県の方にですね、入りました。今はちょうど白川過ぎたぐらいですかね。で、今日はね、まだもうちょっと走りますので、このままね、走っていきます。今だいたいね、2時間ちょっとぐらいは走ったのかな。で、今のところね、ノンストップで来ております。渋滞とかもね、特になく、工事とかもね、ないので、割とね、スムーズに走れてるかなと。で、今日はね、あとまだ320キロ。まだそう走らなきゃいけないみたいなので、ただ、ね、ご飯をね、一応買ってきてるんで今日は。だからその辺もね、ちょっと考えながら、またね、目指そうかなと思っております。はい、今ですね、ちょうどね、地図上では宮城県に入っております。で、ここまで来るのにですね、トイレ休憩だけね、1回入れて来ております。で、残りが215キロ。これね、岩手県の盛岡のちょっと手前のパーキングにセットしてあります。最初見た時はね、500キロ以上あったので、それに比べたらだいぶ近づいたのかなと思います。まだまだ先が長い。210キロ。
今ですね、まだ宮城県なんですけども、急に眠たくなってきたので泊まりました。宮城県の真ん中の方だね。なんていうパーキングかさえもまだ見てない。つるテロップで今出てると思います。ここでもねスタンドがあったんで、明日の朝もね給油できるかなと思ってつるすっていうところです。とりあえず今日はねもうご飯食べて寝ます。もう12時回っちゃってるんでちゃっちゃか済ませようかなと思ってます。はい、ということでね、とりあえず着替えたりしていろいろ準備します。はい、ということでね、一回ね準備しましたのでご飯食べちゃおうかなと思います。唐揚げとエビチリと涼しいエアコン神様。あ、そう、もうねエアコン入れてます。結局こっち涼しいっちゃ涼しいけど、なんかそう外は多分ね、そんなね外気温は高くないんだけどジメジメっとしてて、最初除湿入れたんですけど思った以上に効かなくて、もう冷房ね風量1ぐらいのレベルでつけてます。もうあれ USB でね動く扇風機でサーキュレーター代わりにするみたいな、なんで十分ですね。で今日のご飯はもうね行きのスーパーで買ってきたもの一式です。あと唐揚げとエビチリとマカロニサラダとお刺身です。であとはノンアルがあるからノンアル飲む、あるでしょ、ね、パーキングなんでドライゼロノンアルコールです。はい、もう疲れたのでいただきますしてさっさと寝ましょう。いただきます。はい、乾杯。乾杯。一滴。よし、いただきます。マカロニうまい。キャンピングカーのいいところはね、こうやってスーパーで買ってきたものをそのままささっといつでも食べれるっていうのがいい。せや。家とあんま変わんない。全然ねこれぐらいの量だったらこのちょい飲みテーブルがぴったり。今日なんかさ、出発する直前まで何にもしてなくてさ、それともなんとか来れちゃうからいいよね。未だにだって今宮城にいるけど、明日岩手県のどこに行くかまだ決めてないから、行きたいところっていうのを1時間ぐらいでババーって出して、で今来てる感じかな。ほんとキャンピングカーの旅って計画があるようでないよね。ない、我が家は特にない。全く計画観光立ててもさ、予定通りに行かなくない？そう難しいんだよね。うちの場合は。あ、ってかあれだ、パパ現金下ろしてねえや、まだ。すごいね、お金さえを持ってこずに来たからね。着替え、ポタデン、水、終了。あとちょっと今日食べるものだけぐらい。あ、そう、これでもほらね来る時買ってきてるからね、別に家から持ってきたんじゃないか。そうだから食べるものぐらい。はい、今ですねご飯食べ終わったんで、そろそろね歯磨きとかしても寝ようかなと思ってます。もう割と眠いです、すでに。ふーちゃんだけは元気です。寝てたからね。よし、じゃあちゃっちゃかやって寝ましょう。頑張ってください。バイバイ、おやすみ。バイバイ、おやすみ。ふーちゃんどう？寒い？そこ暑い？寒くないよ。今日の夜はねエアコンここつけてそのまんま扇風機で回して寝ます。寝ます。おやすみなさい。おやすみなさい。すみすみ。はい、おはようございます。今ですね7時29分、室温が 25.6 度、湿度 59% です。昨日ね夜エアコンはつけっぱなしで寝てます。昨日ね夜寝るときはバッテリーの残量が 90% 前後だったと思うんですけど、今朝は 69% ですね。今エアコン入れてるんだけどチャージしてる。微力ですけど 2.1 アンペアぐらいチャージしてます。多分ソーラーですかね、これは。はい、今ですねだいぶ室温が低くなってて、エアコンもね、そんなに今稼働してない状態なので、そんなにね電力を食わずにソーラー程度で今賄えてるのかなと思います。またこれがね外がね暑くなってきて車内もね暑くなってくるとまた電力をね消費してくると思うので、その辺がねちょっとね実際のねエアコンをフル稼働した時と容量が違うところかなと思います。でも今日はねこれからそれなりに距離走りますんで、またねバッテリーもね回復してくれるんじゃないかなと思います。はい、今ですねパーキングね出発しました。で今日はですねまだねこれから4時間ほど走らなきゃいけなくて240キロありますので、朝ごはんはね食べながら移動するという形で出発しております。なんて言ったってねまだね宮城なんですよね。岩手までたどり着いてもないんで、今回行きたいのが龍泉洞っていうものかなというところがありまして、洞窟のね、とこなんですけども、ドラゴンブルーの洞
地底湖がね有名な場所なんですけど、そこまでねちょっと行きたくて、ざっくりね240キロぐらいまだあります。そこがね今回一番遠いんですよね。一番遠いところから攻めようかなと、順々に南下して最後はその宮城に行って、で宮城から帰ってくるみたいな、そんな感じのルートにした。なので、一番ね遠いんですけども、まずねそこからね今日は行こうかなと思っております。はい、今ですね、平泉スマートインターチェンジのとこですね、まで、来ました。ということでね、全国制覇旅18軒目の岩手県にね、今到着しました。で、この辺ね、中尊寺とか、平泉の方も、あさってぐらいかなにまた来るかと思います。そんな感じでね、今回の旅もね、楽しめたらなと思っております。はい、ということでね、無事に岩手県まで来ましたので、このままですね、龍泉洞の方まで、走っていきたいと思います。はい、今ですね、盛岡南インターチェンジまで来ました。高速はですね、ここで降ります。で、この後は下道でですね、龍泉洞の方まで向かっていきます。まだね、ざっくりですけど95キロぐらい。で、時間もね、あとね、まだ2時間ぐらいかかるっていう見込みなので、気長にね、運転していきたいと思います。とりあえず、高速はね、ここで一旦終了です。盛岡の出口か。出るの初めてだよね。盛岡って今まで通過しかしたことなかったんで、今回初めております。うわ、7140円だ。秋田とかも行ってない？秋田はそうだね、通過もないか。とりあえず盛岡に着きました。すごいね。左に曲がっていくと盛岡駅らしい。でも前はやっぱあれだね、都心部って感じだね。まあなんか峠道みたいなとこ通ってんでしょ。小学校。はい、今ですね、龍泉洞の近くまで来ました。あとね、1.4 キロです。だいぶね、長かった。朝ね、8時からずっと走りっぱなしなんで、もう4時間ぐらいですよね。ノンストップで。もう今12時1分。約250キロ。だから昨日400キロ、今日250キロだから650キロぐらいしてる。すごいね、なんかあんなとこ歩けんだ。ここかな。なんかすごい人いっぱいいる。すごいな。あそこ駐車場。もうちょっとガラガラかなと思ったけど、全然ガラガラじゃなかった。これ階段じゃないの？階段じゃなかった。入り口専用ですって感じ。思ってたよりかね、混んでます。よし、今ね、無事にね、到着しました。走行ね、してたので、だいぶね、充電が溜まってまして、朝ね、60しかなかったんですけども、今ね、エアコンつけっぱなしで走ってても 100% に戻っております。またね、今ね、ソーラー入ってるんでね、またチャージしてます。なので、今日はね、もう電力の心配はないかなと思います。ねえ、ういちゃん。ういちゃんも歯磨きが終わった？ういちゃんはあと着替えて、ママはアイロンしたら出発です。ちなみに寒いのかな、めっちゃ。どうだろう。いいよ。やって。いくよ。上手上手。うわ、冷たい冷たい冷たい。あれどうなの？先にチケットを買わなきゃいけない。こっちで買う。こんな感じになってる。面白いね。ここら辺からだったら望遠鏡でいろいろ見えそう。入り口11度。
外は 29.5 度。はい。よし。じゃあね、これから洞窟の中に入っていきます。結構中ね、暗いです。わあ、意外とやっぱ寒いかもしんない。一気に汗引いた。わ、暗いね。まあ、ライトアップされてるから、まだ見えるっちゃ見える。まあまあまあ。こんな感じで、かなり綺麗。すごい、うーちゃんの靴がエレクトリカルパレード。狭っ。すごい狭い。水が綺麗だね。下に。本当だね。透き通ってる。うん。竜宮の門だって。本当だ。すごい綺麗だね。ね。洞窟ヴィーナス。うん？お地蔵さんに似てるんだって。確かにちょっと似てるかもしれないね。うん。普通にお地蔵さんかと思って。まあまあ。うん。すごいよね。結構思ってたよりはライトアップがしっかりしてて。薄暗いは薄暗いけど。うん。でもなんか多分ね、映像上は結構ね、明るいかもしれない。先ママ行くから、うーちゃんその後にこれ捕まっていって。気をつけてね。結構急。第一地底湖。奥がすごい広がってんのかな。あ、なんかハートじゃん、これ何？本当だ、ハート。うーちゃん見て。ほら、綺麗だね、水。透き通ってて。うん。めちゃくちゃ冷たさそう。ね。水深35メーターだって。あ、すごい。何？すごいね。ちょっと見たい見たい。わ、すごいじゃん。本当すごいね。もうちょっとそっち側じゃないと見れない。めちゃくちゃ綺麗。頭上注意。そう。頭、うーちゃんはちっちゃいから大丈夫です。すごいね。第三地底湖なのここ。すごいね。あそこが深そう。98メートルあるんだって。さっきのところより深いじゃん。その後の調査を重ねていった水分は途中で石灰分を溶かし込んでくるため、カルシウムをはじめここ気をつけてね。うん。よいしょ。ほんとあぶくまみたいだねこれ。そうだね。いい運動。よいしょ。横の方がいいんじゃない？幅狭いよ。頭気をつけて。うーちゃんは平気。すごいねこれ。こっからさっきの地底湖が見れるんだって。わあ、めちゃくちゃ下だね。めちゃめちゃちいちゃいやんけ。意外ともう一周回っちゃうんじゃない？あ、階段ですまた。うん。ママサンダルだから。なんかもう寒さがそんなに。うん。こういうとこに来そうだね。ドンと落として。びっくりした。すごいね、水が流れる音がすごいしてる。あ、すごそう。よし。さっきんとこか。もう帰りだ。はい、今ですね、龍泉洞の方に行ってきました。で、中はね、10度ぐらいしかないので、外がね、外気温が30度近くあるから、マイナス20度ぐらいかな。かなりね、中はちょっと寒いです。夏は最高だな。うん。ただ一応ね、夏とはいえ上に1枚ね、羽織れるものがあった方がよりいいかなと思います。とりあえず、ここら辺で今ね、ぐるっと回っていろいろ見たんですけども、ここからですね、なんかすぐ近くのところに酒造があるみたいなので、そこにね、ちょっと行って、お酒とかね、買えたらいいかなと思っております。
スーパー竹スーパーがある。今駐車場のところにさ、スーパーじゃなくてスパー竹やとか言ってノーバ脂肪が消えちゃった。いやなかった最初から。嘘。近くに商店街の駐車場があったので、そこに止めていきたいと思います。ちょうどこの真裏だから。うん。よし、ここに止めていきます。ここにね酒造があります。やってるかな。やってるよね。やってない。残念、今日は定休日でした。なんかでもね、横にもお店あったんでそっちも行ってみます。水まんじゅうのお店見つけました。スーパー竹屋、スパー竹屋到着。はい、今ですね、地元のスーパーみたいなところに行ってきて、でこれからですね、なんかこのね6キロぐらい先に道の駅が1個あるみたいなんで、道の駅の方が逆にご飯とかもあるんじゃないかなと思って。とか、道の駅もね、たまにお酒とか売ってたりするんで、そこでもいいかなと。ただね、今日はね、その後まだ温泉とかも行かなきゃいけないんで、その後また移動するというような予定になってます。なんでね、まずね、ちょっと道の駅まで行ってみたいと思います。さあ、もうちょっとで道の駅。道の駅が無難なのかもしれない。なんか道の駅が大変なことになってるけど。やってるよね。やってるね。違うです。これからだよ。うん、そのままじゃん。牛乳ラーメン。ちなみにちゃん今半がすごい色してるね。でっかいね。ブルーベリーと混ざるとこない。本当だ。緑してる。車で食べよう。はい、どうですか。2つの味が味わえるから最高。美味しい。ふーちゃんのはチョコとブルーベリー。うん。じゃあママのはそれがピスタチオとブルードラゴンソルト。ママジェラートでピスタチオ大好き。でね、もう帰ってきてすぐにエアコンつけました。はい、今ですね、道の駅岩泉の方に行ってきました。ご飯食べたりね、ジェラート食べたり、お土産買ったり、なんだかんだ多分1万以上使ったの。お酒も買ったし。あ、そうそうそう。最初にね、行こうとした酒造がね、今日お休みだったんですけども、そこの、メインというか看板商品みたいなのが実はそこでも売ってまして、それはね買うことができたんで、結果オーライで、今日はねこの後ですね、またね龍泉洞の方にちょっと戻るんですけども、そちらの方でね、温泉が取れてますので、行きたいと思います。で、そこは龍泉洞ホテルっていうところの日帰り温泉なんですけども、別で料金にはなっちゃうんですけど、貸し切り風呂がねありまして、炭風呂っていうね貸し切り風呂なんですけども、どうやらね東北初の貸し切り風呂らしいです。東北、僕らもね青森とか福島もそうだし山形もそうなんですけど、多分ね1個ずつぐらいは必ず貸し切り温泉入ってたと思うんですけど、その中でもね東北の中でも初の貸し切り温泉だったらしいんで、結構歴史のあるあれなのかなと思っております。でもなんか温泉がなんかよくある温泉じゃなくて、どうやらその龍泉洞の水、そうそう、先ほど言ったね地底湖の水を使ってるみたいなんですよね、龍泉洞の。そうだからその辺はちょっとね普通のとまた違うような感じの場所だったんで、またそれは面白そうだなと思って、今からですねそちらの方に向かっていきたいと思います。龍泉洞ホテルのすぐ近くまで来ました。こちらで先ほどね通った龍泉洞の道とねそのまま一緒です。まっすぐずっと行くと龍泉洞、この辺どっかね、これか、龍泉洞温泉ホテルですね。よいしょ。なんかすごいね、森林の。あとママについてて。あれ、日暮らしかな。はい、今日のお風呂です。イエ炭風呂。面白いね、これ。結構でかいね。こんな感じです。炭風呂。ーイ。いや面白い。面白い。綺麗だ。よし、じゃあうちゃん温泉入ろうぜ。はい、今ですね、龍泉洞温泉ホテルの貸し切り風呂ですね。炭でね、できたね、貸し切り風呂だったんですけども、多分炭風呂なんて初めてで入ったのか。子供はね、ちょっとね、暑いかもしれない。ママも暑かったよ。ぬるめが好きな人だと暑いかも。料金もね、3300円ぐらいかな、3人で。そう、入館大人1人で500円の
貸し切り45分間で2000円。でその辺はね、そんなにべらぼうに高いわけでもない。ただ時間がね、45分なんで長いわけでもないです。で、今日はですね、これから少し走ろうか、それとも挫折して途中にしようか、まだ悩んでます。ちょっとじゃないんですよね。100キロぐらい走るんですよね。もう250キロ走ってからまた100キロ走るって割と酷だなと思って。とりあえずね、そのちょっと遠いところで、明日その分近くなるところをナビにセットして、で、その道中にもね、何個か泊まれそうなとこあったので、そこもね、見て、行けそうだったらそっちにするかもしれない。この先カーブが連続します。はい、今到着しました。でね、着替えも終わったんで、これからね、夜ご飯とか作って食べようかなと思います。で、今ね、そのままエアコンもつけっぱなしで、扇風機で循環させてます。バッテリーの残量が、さっきね、100だったんですけど、98です。寝る前まではこれで回そうかなと。今ね、インバーターで回してます。で、寝るときはエアコンを外電に切り替えて寝ようかなと思います。じゃあね、ご飯のね、食べるから準備してください。とりあえずね、こんな感じで。準備 OK です。フライパンで温めちゃう。ご飯だけチンしよじゃあ一回電子レンジつけるんでエアコン止めます。停止。知らないの。知らないの。でもやめろ。これなんだっけ？大葉のフライししとう、大学芋、あと野菜炒めと、あと温玉。うーちゃん多分失敗する。うわーって殻が入ってた。はい、じゃあ乾杯しよう。じゃあ久々の車中泊に乾杯や。はい、乾杯。乾杯。で飲まなず置いとくこと。うまい。ああ、生き返る。いただきます。ししとうって当たり外れあるじゃん。外れのししとうは辛いんだ。多分当たったやつ食べればわかるよ。今日はあんまスーパー行けなかったからね。限られたスーパー。スーパーね、スーパー。そう、スパーで、スパー。うちは結構あれだよね。この温玉が多いよね。温玉多い。ママがあんまり生卵得意じゃないから。結構あれだよね。TKG もこれだけど。何かにつけて温玉割と多いね。で生卵のさ、白身があんま得意じゃないんだよね。ああ。黄身は好きなんだけど白身があんま得意じゃなくて。今回のコメントテーマは生卵派ですか、それとも温玉派ですか。ゆで卵はなしです。ゆで卵はね、完成形だから。完成形だ。前提としては卵かけご飯に使う時の卵が生卵なのか温玉なのか。我が家は、ママがあんまり生卵の白身が得意じゃないのでほぼ温玉です。ちなみにパパは生卵でも全然 OK 派です。醤油さえあればなんとかなる。パパ一人の時は生卵だもんね。でぜひね、皆さんはね、生卵派なのか温玉派なのかと、この卵かけご飯 TKG に関してプラス何かを入れる人、これ乗っけるとうまいよみたいなのを知ってる人いましたら、それも合わせてぜひコメント欄に教えてください。お願いします。お願いします。ママはネギ好きだからこの中にネギ突っ込みたい。うちはね、なんかネギいろんなもの使うからね。ネギ。はい、今日もね出番です。今日ね買ってきた日本酒ね、こちらになります。龍泉八重桜大吟醸です。そのサイズで1800円ぐらいしたよね。そう、これでね
1800円ぐらいする。でもね、うちね、ほんとこれぐらいの方がちょうどいいんですよね。飲みきれるんで。やっぱね、旅してるとね、あんまり量が飲めないっていうのと、もう1本ぐらい欲しいなっていう感じにもやっぱなるんで、逆にこれぐらいの方がね、冷蔵庫の幅も取らないんでちょうどいいです。ちなみにね、龍泉洞っていうね、今日行った洞窟ですね。龍泉洞の水仕込みって書いてあります。なので、今日はね、ほんとあそこの地域のものばっかりだね。うん。一日通して。これも。これもね、一緒に買ってきた岩泉の旗わさベーゼ。岩泉産旗わさびのひまわりオイル漬けってやつです。このまま食べても美味しそうですし、何かにつけて食べるのもありかなと思ってます。これね、おつまみにしようかなと思ってます。あとししとうもあるって、まだ。わさび。乾杯。キリッとしてる。うん。キリッとしてて、割とさらっとしてる。日本酒感はある。飲みやすいよ。どっちかっていうと、そうそう、味的に言うと日本酒感のある日本酒。結構味がはっきりしてて、日本酒が好きな人は好きかもしれない味じゃない？うん、めちゃくちゃ美味しい。辛口の方だよ。日本酒飲む人は絶対めちゃくちゃ美味しい。日本酒が程よくこう香る、かといってガツンと日本酒のなんか感じ。そうだね、後残りはないね。飲みやすい、すごい。そうだね、これはね、うまい日本酒です。旗わさびか。うん。このままでも食えるわ、全然。これ日本酒のつまみにちょうどいいかも。なんかちょっとこうつまんで飲むみたいな。ししとうがいいね。ししとう結構いいよね。うん、うまっ。ちなみにこのししとうも道の駅に買った。80円。80円のししとうです。全部で。立ってます。動くな。ピントがずれるだろ。はい、ということでね、今日買ってきたデザートです。中松屋っていうところですね。で買った、水まんじゅうと、この水まんじゅうもこれあれなのかな、ここのやつなのかな。水まんじゅうのね、上りが上がってたので、ちょっと気になってね、お店の中入ってみました。ちょっとね、水とともに食べんのこれ？あ、水なきゃダメ？あ、本当だね。冷たい水を入れてくださいって書いてあるよ。あ、だから贈り物のセットのとこに水があったんだ。龍泉洞のペットボトルがあったのか。そういうこと？もので言うとこんな感じ。ちょっとね、桶っぽい感じのやつに入ってます。で、これに水を入れて食べるのが水まんじゅうみたいです。だから水なんだ。何この中に入れとくえってことさ、と？申し訳ない。谷川岳の天然水です。龍泉洞ではないです。おお、これなんかすごいね。ダイレクトやん。すごい。あ、そうなの？ダイレクト。すごい。ダイレクト水まんじゅう。これさ、この中に入れてるんでしょ？器にみじゅまんじゅうをされこのまま入れていいんでしょ？入れる。だからさ、これいらないでしょ？スノーピーク。このまま入れるやろ、ここに。いや、ないだろ、普通に考えて。一人でそれ全部食うの？そうやで。一人で食う。これ一人分じゃないの？ 7個入りを一人で食べるか。なんで一たった7個しか入ってないじゃん。だってちっちゃいじゃん、これ。2個入れて食べればいいじゃん。ごま団子みたいなもんじゃないの？とりあえず先にさ。これをまずじゃあ1個取って。冷たっ。でこれに水を入れると。水ってどんぐらい入れるの？そんなもん？うん、そんなもんでいいと思う。これで何？スプーンで食べるの？うん、すくい上げて食べる。すくい上げて食べてくださいだって。これは。これね、いただきます。うまい。はい。で、ちなみにうちらが買ったのは、ママのは、これなんか色すごいよね。商品名忘れた。色すごいよね、一回。杏仁豆腐だってでも。なんか夏のやつなんだよね。で、うーちゃんは意外とシンプルなやつ選んだよね。普通のチーズケーキ。そう。うーちゃんは意外と普通のチーズケーキ。でね、これ水まんじゅうなんか文句言われたんで、一回じゃあ切りますね。中は栗って書いてある。栗のあん。普通のショートケーキ。栗が入ってます。ショートケーキ。柔らかペロッと7個食べるつもりだぞ。ピーピーピー。PPP になっちゃうんですけど。いただきます。チーズケーキも意外と美味しい。だって4個入りと7個入りがある中でわざわざ7個入り選んだから。みんなで食べるんでしょ？普通に。よ。一つ言うよ。パパ。これでいくらすると思ってる？ 7 個入りで。2000円だぞ。これ500円。これも500円。2000円だよ。豪華なデザートだね。一番パパ王様じゃん。あね、うまいでしょ？あ。甘くないんだね、あんまり。食べやすい。
栗の味がすごいっていう感じでもなく。食うな一人で。2000円を。ママの。じゃあちょっとちょうだい。食べてみて。パパちょっとじゃないんだよ。カービィだもんだって。カービィってさ、って言ったらめっちゃ吸い込んでいくんじゃんだって。かわいそうパパ。何か。残り物をいつもみんなのやつ食べてるだけなの。かわいそう。今世の中の大半のパパはみんな同じだと思うよ。うーちゃんはね、今夏休みシーズンですので、夏休みの宿題がたんまりと出ております。そうです。だから今日はね、これから夏休みの宿題をやってから歯磨きして寝ますね。まずこの夏休み鉛筆。そう、鉛筆とかもね、これ実はね、キャンバケでもすごいいっぱいもらったんだよね。いただいたよ。うーちゃんがね、入学するっていう祝いで。で、それでね、いただいたものをね、すべーって使っております。はい、ということでね、うーちゃんは宿題時間です。頑張ります。はい。今日はですね、もう寝ます。これはね、11時半ぐらいなんですけども、今日はたくさん運転もして、たくさん行動もしたので、早めに就寝です。それじゃあうーちゃんも寝るよ。休み。寝るときはね、エアコンつけたまま寝ます。でね、こんな感じで今ね、電源はね、これインバーター用なんですけど、インバーター止めて、ポタ電にね、切り替えてます。めちゃくちゃ暑いわけじゃないんだけど、ちょっとね、湿度が高いんで、エアコン入れてます。除湿でもいいんだけど、あんま変わんないんで、エアコンにしてます。25度設定ぐらい。はい。で、あとはね、一応ね、このサーキュレーターをね、回しとけば、なんとかなるでしょうということで、今日はこれで寝ます。じゃあ、おやすみなさい。おやすみなさい。バイバイおやすみ。バイバイおやすみ。